今日から必死に生きないと決めた。ゲーテは言った。人生とは速度ではなく方向であると。ならば今、必死になって一体どこへ向かっているのだろうか。頭から煙が出そうなほど考えてみた。でも、結局どこへ向かっているのかわからなかった。だから立ち止まった。それが全てだ。別に何か胸に大志を抱いていたとか、計画があったから、真面目に勤めていた会社を辞めたわけではない。ふと我に帰った時には、すでに辞表を出した後だった。ああ、一体全体、何という大それた行動に出てしまったのだろう。それもこれも全部ゲーテのせいだ。今年もあとわずか。2ヶ月後に40歳になる。まさか自分がそんな年齢になるとは、もう40歳だなんて。いつの間にそんなに時が流れてしまったのだろう。まだ何一つ成し遂げていないのに。40歳とは些細なことに惑わされない不惑の年だと言われているが、一体どこのドイツが言い出したのだろう。そうか、ターニングポイントだ。だからだろうか、過ぎた日々と残されたこの先の日々について考えることが多くなった。この生き方で正しいのか？もし間違った方向に進んでいるなら、今すぐ軌道修正せずにはいられない。間違わずに前に進めているか？それを知るためにも、しばし立ち止まる必要があった。いや、それは単なる言い訳で、正直、毎日こんな風に生きて何のためになるのかという気持ちが肥大化したのだろう。または、単に疲れすぎてクタクタだっただけかもしれない。頑張って。はいはい、いつも頑張ってますよ。ベストを尽くせ。すでにベストなんですが。我慢しろ。ずっと我慢してきましたけど。これまでこんな言葉を耳にタコができるぐらい聞いてきた。言われるがままに我慢しながらベストを尽くし、一生懸命頑張ることが真理だと、みじんも疑わずにここまで来た。そうして必死にやってきたのに、幸せになるどころか、どんどん不幸になっている気がするのは気のせいだろうか。そう考えたとき、後悔が襲ってきた。いや、後悔というより悔しさだ。あと10分我慢して登れば山頂だと言われてひいひい登ったのに、10分経っても頂上は現れなかった。もう少しだよ。本当にここからあと10分だから。その言葉に騙されながら40年も山を登り続けてきた。もう少し登ってみることもできるけど、もう疲れた。気力も体力も底をついた。そう、40歳はターニングポイントだ。そんな理由から決心した。今日から必死に生きないようにしよう、と。正直なところ、この選択がどんな結果を生むのかはわからない。頑張らない人生なんて初めてだ。だからこれは人生をかけた実験だ。この実験は果たして成功するのだろうか。実験が失敗に終わっても僕の人生だから皆さんは何一つ心配することはない。だから心置きなくこの当てのない旅を生温かく見守っていただきたい。僕もこの答えのない無駄な人生を楽しんでみるから。一度くらいこんな人生を歩んでみたかったんだ。アクセクせずに流されるまま、どこへ流れ着くかもわからないけど、愉快な気分で堂々と。さあ、旅の始まりだ。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、危うく一生懸命生きるところだったという本をご紹介したいと思います。皆さんは一生懸命生きていますか？小さい頃から一生懸命勉強しなさい。一生懸命人の気持ちを考えなさい。なんていう感じで一生懸命を強いられてきましたけど、その一生懸命って本当に必要なんでしょうか？本書は一生懸命全力で走り続けることをやめたことで見えてきた自分をすり減らす毎日や自分らしく生きるコツを教えてくれるもので、韓国で大ベストセラーとなりました。本書がベストセラーになったことで、著者のハワンさんのもとにはたくさんの講演の依頼なども来たそうなのですが、一生懸命生きてはいけないと決めたので、ほとんどを断られたそうです。徹底してますよね。ゆるさの中に生きるコツがたくさん詰まっている本書ですが、本動画ではその中からいくつかをご紹介しますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。
よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。理想通りじゃない現状を愛する。子供の頃に思い描いてた大人の自分は今のような姿ではなかった。中学生の頃に書いた日記によると、今頃はプール付きの家に住んで外車を乗り回し、働く必要はないが趣味で会社を経営して、1年の半分ぐらいは海外を気ままに旅する大人になっているはずだった。こんな中学生の浮世離れした夢までは望まないにしても、もう少し物質的にも精神的にも豊かな大人になっていると思っていた。しかし現実は想定外のミニマリストの分際だ。でも夢見た通りじゃない今の人生は果たして失敗なのだろうか。誰にでも思い描く夢がある。ほんの一握りの人間だけがその夢を叶え、そうではない人間は別の道を生きることになる。言うなれば、そうでない側の僕らの人生は、カニの代わりにあてがわれたカニカマみたいなものだ。カニカマを前に僕らは思い悩む。ある者はカニカマをカニにしようと努力し、またある者は我慢できずにカニカマを食べ、またある者はこんなはずないとカニカマさえも無視してしまう。生きることが苦しいと思っていた時期、たくさんの夢をつかもうと手を伸ばしたが、その度に夢は指の間をすり抜けて飛んでいった。幸せになりたくて、苦しくても歯を食いしばって頑張った。しかし、いつまで経っても幸せを感じることはなかった。けれど、ここ数年は幸せを感じる瞬間が増えた。状況が好転したからではない。ありのままの自分から目をそらして苦労し続けることをやめ、今の自分を好きになろう、認めようと決めたからだ。自分の人生だってなかなか悪くはないと認めてからは、不思議と些細なことにも幸せを感じられるようになった。こんなことにまで幸せを感じられるのかってほどに。期待に満たない自分の姿だって捨てたもんじゃないと思って生きる方がいい。夢を叶えられないと幸せになれないなんて思い違いもいいところだ。叶えられなかったとしてもただそれだけのこと。理想通りにならなくても人生は失敗じゃない。人生に失敗なんてものはない。自分が自分の人生を愛さずして誰が愛してくれるだろうか。これは人生をどう捉えるかという観点の問題だと思う。カニカマだって栄養価が高くて美味しい。今、僕らの人生はカニじゃなくてカニカマなのだから、元気が湧いてこないわけがない。普通でつまらない毎日を幸せに過ごす。子供の頃、こんなことを考えていた。今の父は、実は本当の父親ではなくて、本物は別のところにいると。本当の父親は財閥の大層な金持ちで、ひょんなことから息子の僕と離れ離れになり、僕を見つけるべくあちこち探し回っているが、未だに探し出せていない。そんな妄想だ。そう遠くない将来、本当の父親が僕を迎えに来たら、この惨めな貧乏暮らしともおさらばさ。突拍子もない想像だとは分かっていたが、ドラマみたいなことが起きるかもしれないと、浅はかな希望を胸に抱いていた。でも、20歳になっても、本当の父親は訪ねてこなかった。財閥の会長が訪ねてこないところを見ると、人探しって簡単じゃないんだな。残念だけど、僕の人生にドラマはなかった。平凡で驚きの大逆転もないまま。ああ、つまんない。これまで SNS なんてやったことがなかったが、少し前にインスタグラムを始めた。みんな毎日が充実しているな。毎日うまいものを食べて、いいところに住み、おしゃれな服を着て、さらにはルックスまでいいじゃん。ああ、かっけえよ。ドラマかと思ったわ。それなのに俺と来たら、みんな主人公なのに僕だけエキストラかよ、と憂鬱になった。SNS を始めたらこうなると聞いてはいたが、自分だけは大丈夫だと思っていた。が、ダメだった。いくら探してみても、僕の生活には他人に羨まれるような要素は見つからない。だからアップする写真もない。ああ、僕の人生は概してつまらない。こんなクソつまらないインスタグラム、一体誰が見るんだよ。人生を100とするなら、目に見える幸せな瞬間はどのくらいだろうか。楽しくて、ワクワクして、ドキドキして。そんな瞬間を集めたら、よくて20ぐらい？
残りの80はといえば、おおむねいつもと同じで、つまらなくて何もない地味なものだろう。そう、人生の大半はつまらない。だから、もしかすると満足できる生き方とは、人生の大部分を占めるこんな普通のつまらない瞬間を幸せに過ごすことにあるのではないか。つまらなく見えている人生の一瞬一瞬を細かく温かく見つめ、他人が見落としがちなことをすくい上げる。こんな目に見えない小さな価値をたくさん発揮できたら、全然ドラマチックじゃないと思っていた日常がドラマになるんじゃないか。そう気づいた今、僕の毎日もちょっと違って見えてきた。何もしないとは究極の贅沢。会社員時代は帰宅してからようやく自分の時間が始まると感じていた。会社にいる間は自分の時間だなんて到底思えなかったから。会社にいる間はなかなか進まない時間が帰宅した途端にあっという間に過ぎ去った。貴重な3、4時間をぼんやりして過ごすと気づけばもう就寝時間だ。ああ、もうこんな時間。まだ寝たくないけど明日が辛くなるから寝なくちゃ。こんな様子で満たされない気持ちを胸に眠りにつく。自分の時間が足りない。やりたいことがたくさんあるのに時間がない。会社を辞めた今は自分の時間が腐るほどある。やりたいことを全部やっても時間を持て余すほどだ。さあ、どれからやろうか。これまでできなかったことを思いっきりやってやるぞ。おや？おかしいな。あれほどやりたいことだらけだったはずなのに、いざ有り余るほどの自由時間を前にしてみると、やりたいことが見つからない。一体どういうことだ？ひょっとすると、自分の時間を欲しがっていた理由は、何かをしたいからではなく、何もしたくなかったからではないか。義務的にたくさんのことに追われる毎日から、ただ抜け出したかっただけだったんじゃないか。日がない一日、ソファーにもたれてぼーっとしていると、いつの間にかあたりが薄暗くなっている。時は金なりと、以前ならアクセク過ごした時間を、今は本当に何もしないまま過ごしている。これ以上ない人生の無駄遣いだ。なんて贅沢なのだろう。誰に邪魔されることもない。やらなければならないこともない。こんなに何もせずに過ごすなんてどれくらいぶりだろうか。ぼんやり過ごしてみると、なんだか満ち足りた気分になる。24時間丸ごと自分のために使ったような気分。無駄どころか充実感が半端ない。時間は何かをしてこそ意味があるわけではない。時には何もしない時間にこそ大きな意味がある。今、本当に必要な時間はそんな時間だったようだ。もちろん、永遠に何もしないわけにはいかないし、一生何もしない人生は望んでいない。ただ、今はこうしていたい。もう少し満たされるまで。僕はいつの間にか充電切れを起こしていたようだ。今は絶え間なく稼働して使い果たしたエネルギーを何もしないことでチャージしているのかもしれない。さよなら、一生懸命の人生。ほんの数ヶ月間だが、レザークラフトを習ったことがある。初めのうちこそ、革で何かを作る過程が楽しかったが、慣れてくると、すべてが面倒に感じられた。ボンド塗りも、何時間もかけてやる手縫いも時間がかかるし、もはや買った方がマシじゃないか？面倒な作業をぴょんと飛び越えて、結果だけポンと手にできたらいいのに。そんなレザークラフトについて常々感じていた不満を友人に話したところ、こんな答えが返ってきた。どうして？そこが楽しいのに。友人が言うにはこうだ。お金を出して手軽に買えるものをわざわざ手作りするのは、出来はどうあれ、その過程を楽しみたいからだ。面倒な工程も集中して没頭できる貴重な時間であり、腹が立つほど時間がかかるのも、いつか必ず形になる喜びのためにある。これこそ真の娯楽なのだと。結果ではなく過程そのものが目的だと聞いて、ガツンと殴られたような感覚を覚えた。おお、身近にこんな賢者がいたとは。何かに没頭するのは嫌いではないが、何かを作り出す過程より、その結果にしか興味がなかった。途中過程を楽しもうなんて思いもしなかった。もちろん何かをするときに結果を期待しないことはありえない。でも僕はあまりに結果を得ることだけを急ぎ、過程は
結果を得るために我慢する時間くらいに考えていた。その過程だって十分に楽しめたはずなのに。全く同じことでも人によっては楽しかったり辛かったりする。それには好みや性格、技術の差もあるだろうが、何よりもそれに向き合う態度が重要なのかもしれない。一生懸命頑張ります。僕らはこの言葉を嫌というほど口にしながら生きている。でも、この一生懸命という言葉には、嫌いなことを我慢してやり遂げるという意味が含まれている。つまり、楽しくないのだ。だから、一生懸命生きるのは辛い。それは我慢の人生だから。同じ人生、どうせなら一生懸命より楽しくの方がいい。考え方を変えるだけで人生が変わる、なんて言ったら大げさかな。あまりにも平凡で手垢がつきすぎて気に入らない言葉だが、結局これに尽きるだろう。天才は努力する者に勝てず、努力する者は楽しむ者に勝てない。なるほど、まさにそうだ。しかし、この名言には一つだけ問題がある。それは、必ずしも人に勝とうとして楽しむのではないということだ。ただ、楽しくやりたいだけ。誰かに勝つことが目的になった瞬間、楽しめなくなると思うから。これからは、一生懸命頑張る人生は終わりだ。耐え忍ぶ人生は十分に生きた。結果のために耐えるだけの生き方じゃダメだ。過程そのものが楽しみなのだ。この先、こう考えることに決めた。ワープして飛び越えたくなるような苦しい時間ではなく、楽しい時間を過ごそうと。いつの間にか忘れてしまっていたレザークラフトの楽しさが蘇ってきた。一刻も早く完成させたいという焦りはいつしか消え、面倒なだけだった針仕事も終わるのが惜しいとすら思える今。まだ何一つ完成していないけど、これだけは間違いない。僕は今をしっかりと楽しんでいる。危うく一生懸命生きるところだった。なんとも言えずいい雰囲気なんですよ。ゆるいようでいて芯を食うことを放り込んでくるから心にスッと入っちゃうんですよね。過去や未来ではなく今を、結果ではなくプロセスを楽しむということが人生を幸せに生きるには必要なんでしょうね。人生の大半はつまらないもの。でもその大半のつまらないものを幸せに過ごすことが大切というくだりには 100% 同意です。競争が激しい韓国社会で一生懸命をやめる選択はとても勇気がいるものだと思うのですが、その落差が大きいからこそ見えてくるものの輪郭もはっきりしているのかもしれませんね。とにかく全編通して緩くて心地よくてハッとする素敵な本です。コンテンツはまだまだたっぷりとありますので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。